こんにちは、イラストレーターのネグです。今回はこちらのイラストの制作過程を見ながらテクニックなどを解説していこうと思います。大きなワンちゃんとメイドさんのイラストです。逆三角形の構図で表情や動きによって視線誘導を作ろうとしたイラストです。本イラストの PSD データも Pixiv ファンボックスにて公開しております。それでは見ていきましょう。構図を練るときは何をどんな大きさでどこに配置するかだけ意識しています。人物もとりあえず大きさと配置場所だけ決めます。なんとなく三分割法の交点付近に顔を配置するということぐらいしか詳細なことは決めていません。画面を分割してその交点を目安に構図を作る方法で私の絵にもよく使っています。画面の隅に目立たせたいものを配置してももったいないですからね。3つの犬の頭についても1匹ずつ配置を決めるわけではないです。全部揃ってここからこの辺りの範囲で配置しておくということだけ決めています。あとはその範囲内でそれぞれ3つの首の見せ方を考えます。ディティールなどは最後にやることです。このように大切なことは大まかなことから決定して徐々に作業の流度を下げていくということです。これができると絵作りに迷いづらくなるはずです。主要なものの配置が決定してから消失点を決定します。アイレベルは画面外に存在し、基本的に各物体の上部が見えるようになります。プロクリエイトの機能で消失点を設定できるので使ってみてください。配置が終わったらポーズや表情を決める必要があります。見ただけでその登場人物の性格や関係性が伝わるとよりイラストの魅力が増すと思います。3匹の犬もそれぞれ特徴を持った表情があると面白く見えるでしょう。ハリウッド版ゴジラのキングギドラを思い出しますよね。人物のポーズについては、ただ笑顔で立っているよりも、ワンちゃんと接触していた方が動きも出るし、関係性も見えて面白くなると思います。ちょっと状態がそれて重心が崩れている方がより動きが現れますよね。視線もしっかりワンちゃんの方向を向かせましょう。主要な部分の線画が描けたら白黒でライティングを決めていきます。個人的にこういう落ち影が好きなので、それができる角度から光を描きたいですね。また、人物の背後にある扉には光を当てず、人物のみに光を当てることで、コントラストが生まれて明るい箇所が際立ちます。もし、後ろの扉まで明るいと人物が少し埋もれてしまいます。ライティングが大まかに決まったら、グラデーションマップを試して色を置いて雰囲気を決めます。影がサイドのある感触だと寒そうな印象を受けますね。時間帯も朝方っぽく感じます。ちなみに私のコロソお絵描き講座では厚塗りの描き方も説明しています。白黒でのライティングが完了してからハードライトレイヤーなどを使用して固有色を置いていきます。色を選ぶ基準を作るために一番暗くなる箇所の色を決めておきます。今回で言うとメイド服の影の部分やドアの奥の方の色ですね。ワンちゃんの色について悩んで何色か試したのですが、最終的には白っぽい色に決まりました。理由は周りが結構暗い色が多かったからです。犬には一番目立ってほしいので、コントラストをつけるため白い色にしました。感触が生えて寒そうな印象が強くなったため、思い切って背後に雪を描きます。この雪はあまり目立たせたくもないので、そこまでディティールは描きません。目立つものから優先的にディティールを描きましょう。今回は犬とメイドです。各部位がどのように光に影響を受けているかを整理すると色が塗りやすくなります。太陽の光が当たっている箇所は暖かい暖色。反射光を受けて影の中でも少し明るくなる面。靴や髪の毛のような質感には周りの色を反射させたり目立つハイライトを入れます。奥まっていて反射光も届かなそうな箇所にはソフトブラシで暗めの色を置きます。足元にも同様の影を置いています。このように何かしら理由を持ちながら色を置くと素早く描けるようになると思います。
今見返すと人物の顔にも照り返しの反射光があったらなぁと感じますね。また、靴や髪の毛の鏡面反射は特に存在感があるので、しっかり描きたい点です。人物のディティールを描くことで、より目立つようになるのですが、それ以外にも目立たせる方法があります。背景とコントラストをつけるということです。人物の背後は木材なのですが、頭付近だけ明るくなっています。そのことによって人物の頭のシルエットがくっきり強調されます。背後の色を調整するだけなので意外と簡単です。結構昔の私のイラストを見てもこの技術を使っていたりするので、ぜひ皆さんも使ってみてください。また、この描き方は犬の色を塗るときにも使っています。同じ色が重なってしまっている時でも前後感が作れて見やすくなります。あとはディティールだけですが、ここでいい話をします。この絵がなぜよく見えるのかという秘密です。別の言い方をすると良い絵を描くコツでしょうか。結論から申し上げます。構図の特性を作る線が視線誘導もこなしている絵は見ていて気持ちいい絵の条件の中の一つだと思います。少し話が難しいですね。まず、このイラストはいわゆる逆三角形の構図です。人物や犬の配置で逆三角形が作られています。逆三角形の構図はパッと見でも動きや見せたい場所が伝わりやすいのが特性です。そしてこのイラストの場合、その特性を強調するように画面上に線が多くあります。扉の線、ライティングの線、ほうきの線。これらが自然な形で逆三角形の特性を作っています。それと同時に、なんと視線誘導の線としても機能をしています。顔から始まり、自然とそれぞれの犬の顔に視線を動かしてくれています。もちろん視線誘導は線だけで行うのではなく、登場人物の目線や仕草も重要です。このようなことが起こっているイラストは、情報量が多かったとしても、無駄なところに視線が行きづらく、見やすい絵になるでしょう。こちらの絵でも画面の線が迫力を作りながら、同時に視線誘導もこなしています。というのが、なぜ絵がいい感じに見えるのかというお話でした。イラスト自体はあとは色調を調整して完成となります。今回のイラスト解説はいかがでしたでしょうか。私は視線誘導とは大事なことだなぁと改めて感じました。それではご視聴ありがとうございました。